最強の日本新幹線でも、そのままでは全く使い物になりません。現役電車運転士の T 学長です。生徒のユンです。実は今、日本で行われている試運転では、改造が施された特殊な車両が使われています。今回は、世界中の国が匙を投げたインドの高速鉄道計画を、日本がどうやって実現させようとしているのか、その技術力の真髄をお見せします。それでは一緒に見ていきましょう。さて、皆さんは疑問に思いませんか？なぜインドで走る新幹線を、わざわざ日本でテストするのでしょうか？確かに不思議ですね。インドで走る電車なら、インドでテストすればいいような気がしますが、その答えはインドという国の、想像を絶する過酷な環境にあります。想像を絶する過酷な環境、どういうことですか？詳しくは次のセクションで解説しますが、インドの気温や粉塵、湿度は、他国の高速鉄道技術では対応できないほど厳しいのです。そのため、まずは日本の整った施設で、徹底的に安全性を確認する必要がありました。つまりインドの新幹線車両を日本でテストする理由は、現地の過酷な環境に耐えられるかを確実に検証するためなのです。なるほど。でもどのような検証を行うのですか？そこで重要な役割を果たすのが、宮城県利府町にある仙台新幹線総合車両センターです。というのも、ここは1979年に設立された、日本で唯一の新幹線検査施設なのです。日本で唯一の施設、なんだかすごそうですね。はい、この施設では JR 東日本の新幹線車両約1700両の研修を担当していますが、今回は特別にインド向けの環境テストが実施されました。なぜなら、インドの環境は先ほど軽く触れた通り、日本とは全く異なる厳しい条件だからです。具体的にはどのような条件なのでしょうか？例えばインドでは50度を超える高温や、年間数十回もの砂嵐が発生します。そんな環境でも安全に走れるか事前に確認が必要ということです。では仙台ではどのような環境テストが行われたのでしょうか？仙台新幹線総合車両センターでは、インドの過酷な環境を人工的に再現した、4つの主要テストが実施されました。まず1つ目は高温試験です。これは50度の高温と高湿度の環境を人工的に作り出し、車両システムが正常に動作するかを確認するテストです。50度、想像しただけでも暑そうです。2つ目は粉塵環境試験です。砂嵐に相当する粉塵を発生させて、電気系統や空調システムが故障しないかをチェックします。3つ目は冷房システム試験でインド仕様に強化された空調の性能を検証します。4つ目は実際の走行試験です。仙台と利府間の試験線で、実車走行による総合性能の確認を行いました。これらすべてのテストをクリアして、インドでの運用が可能と判断されるのです。そして、このテストに使用されたのが、特別に改造された車両 E3KL67 です。特別に改造されたというのはどういう意味ですか？実はこの車両は見た目からして普通の新幹線とは全く違います。この車両はなんと、車体全体が真っ白に塗装されているのです。真っ白？それが特別なんですか？これは単なるデザインの変更ではありません。白色塗装には科学的な根拠があるのです。白色は太陽光の反射率が非常に高く、車体表面の温度を最大10度から15度も下げる効果があります。10度から15度も、それは大きな違いですね。そうなのです。インドの強烈な太陽の下では、この温度差が車両の安全性に大きく関わってくるのです。さらにこの白色塗装には特殊な顔料が配合されており、インドの強い紫外線にも耐えられるよう設計されています。見た目の変化にもちゃんとした理由があったんですね。その通りです。E3KL67 はもともと山形新幹線で使用されていた、E3KL67 編成を改造した車両です。2009年に製造され、2025年にインド向けの特別仕様に生まれ変わりました。その時に従来の山形新幹線の色合いは完全に消え、天井部分のみに青色が残る真っ白な外観となったのです。ではここでユンちゃんにクイズです。インドでは砂嵐が頻繁に発生することはたびたび触れてきましたが、異常気象の年には年間何回ぐらい発生すると思いますか？ 1、5回から10回。2、10回から15回。3、20回から30回以上。この3つの中から選んでください。砂嵐は珍しい現象だと思うので、2の10回から15回でしょうか？惜しいですね。実は正解は、3の20回から30回以上なのです。通常都市でも西部、北西部地域では年間10回から15回発生します。そんなに頻繁に起こるんですね。鉄道にとっては大変な問題になりそうです。砂嵐が発生すると視界が50メートル以下まで低下し、PM2.5 濃度は日本の6倍から12倍にもなるのです。
このような過酷な環境の詳細は次のセクションで詳しく解説しますが、他国の高速鉄道技術は次々と故障しました。それでは、そんな中で日本の技術はどうだったのですか？日本の新幹線技術は、台風、豪雪、高温多湿という厳しい自然条件の中で、60年間無事故運用を続けてきた実績があります。そのため2014年の技術比較テストで、日本の技術のみが全ての過酷な試験をクリアできたのです。さすが日本ですね。さて、先ほど軽く触れたインドの過酷な環境について詳しく見ていきましょう。2024年5月にデリーでは、観測史上最高の 49.9 度を記録し、インド国内では2016年に51度という驚異的な気温も観測されています。直射日光の下では車体表面が60度を超えることもあるのです。51度なんて想像できない暑さですね。そして高温だけでなく、砂嵐とモンスーンという脅威もあります。砂嵐については先ほどクイズでも触れたので割愛しますが、モンスーンでは1日300ミリを超える豪雨が頻発し、月間雨量が500ミリから800ミリにもなります。さらにインドの粉塵には塩分も含まれるため、電気系統の故障原因となりやすいのです。極端な乾燥と湿気両方に対応が必要なんですね。このような環境で他国の技術はどうだったのでしょうか？中国の高速鉄道技術では、45度超の高温で信号システムが誤動作を頻発し、砂嵐による故障も多発しました。ヨーロッパでは、ドイツの ICE がモンスーン対策不備、フランスの TGV が高湿度での腐食問題に直面したのです。どの国も対応できなかったということですね。しかし、日本は違いました。厳しい自然条件での実績があったからです。その経験が活かされたんですね。2014年のインド政府テストでは、防水性能、電子制御の安定性、高温耐性、すべてで、日本技術のみが合格しました。この実績でコスト重視の中国案を退け日本が選ばれたのです。ではこの過酷な環境に対応するため、どのような特別改造が行われたのでしょうか？真っ白に塗装されていましたがそれも対策の一つですか？その通りです。よく覚えていましたね。白色塗装の上には特殊なセラミックコーティングが施されています。これは砂嵐による粉塵から車体を守るバリアの役割があります。どれくらいの耐久性があるのですか？約10ミクロンの4層構造で、5年から7年の耐久性を持ち、50度以上でも自己修復機能を発揮します。さらに内部の冷房システムも大幅に強化されました。冷房能力の大幅強化、高温対応、冷媒への変更、断熱材の性能向上が行われています。50度の外気温では必要不可欠ですね。そうなんです。そして粉塵対応の高性能フィルターや、エネルギーを使わずに温度を下げる放射冷却技術も検討されています。最後に防塵、防水対策です。従来の IP54 から IP65 以上に向上させ、完全に粉塵の侵入を防ぎ、あらゆる方向からの水の直接噴射にも耐えられます。砂嵐とモンスーン両方に対応できるということですね。さらにこれだけではなく、電気機器の完全密閉、多段階フィルターシステム、シール性能の大幅強化などが行われました。これらの改造により世界最過酷な環境でも、日本品質のサービスを提供できるのです。日本の努力が伺えますね。それでは次は、インド建設現場の驚異的な進捗について見ていきましょう。建設は順調に進んでいるのですか？それが実は、驚異的な進捗を見せています。なんと全長 508km のうち、すでに 300km 分の高架橋が完成しているんです。300km、それはすごい距離ですね。東京から名古屋までが約 350km ですから、それに近い距離の高架橋を建設したということになりますね。これは建設技術の革新があったからこそ実現できたようと言えます。そしてこの驚異的な建設速度を支えているのが、フルスパンローンチング工法という革新的な技術です。フルスパンローンチング工法というのはどのような工法なのですか？従来の工法では橋の上で一つずつ作っていた橋桁を、地上の専用ヤードで40メートルの長さに一体で製作し、それを専用の機械で持ち上げて設置する工法です。40メートルを一気に設置するんですね。この工法により従来工法と比べて、最大10倍の速さで橋梁工事が進むようになりました。これはとても画期的で、1スパンあたり従来30日かかっていた作業がわずか3日で完了するのです。10倍も早いなんて本当に革命的ですね。さらに高所作業が大幅に削減されたため、労働災害は0件を達成し、騒音、粉塵も 70% 削減されました。まさに技術革新が生んだ成果です。
そしてこのプロジェクトで最も困難とされているのが、インド初の海底鉄道トンネル工事です。海底トンネルですか？どのような工事なのでしょう？全長 21km のトンネルのうち、7km が海底部分となっており、セインクリーク湾を通過するインドにとって歴史的な工事なのです。7km も海底を進むなんて想像するだけで大変そうです。この工事には直径、約14メートルの巨大シールドマシンが投入され、1日平均20メートル、月間約400メートルのペースで掘削が進んでいます。ちなみに2024年末時点で海底部分の約 60% が完了しています。順調に進んでいるということですね。はい。そして建設が進む中で、車両についても大きなニュースがありました。どのようなニュースでしょうか？ 2025年8月のモディス商法日時に、JR 東日本が開発中の次世代新幹線 E10 系をインドに導入することを決定しました。E10 系ですか？ E5 系は知っていましたが、さらに新しい車両があるんですね。そうなんです。E10 系は、従来の E5 系と比べてブレーキ距離を 15% 短縮し、消費電力を約 10% 削減した最新技術の車両です。さらに AI 解析による早期異常検知システムも搭載されています。AI まで搭載されているなんてまさに次世代の技術ですね。導入時期は2030年代初頭が予定されており、日印でほぼ同時期に導入される計画です。これによりインドは世界最先端の新幹線技術を体験できることになります。では、このインド新幹線プロジェクトが地域に、どのような経済効果をもたらしているのか見てみましょう。まず地価の変化ですが、沿線各地で驚くべき上昇を見せており、サバルマチ駅周辺では 35% から 40% 上昇。スーラト駅周辺では 30% から 35% の上昇を記録しています。30% 以上の上昇？それってすごい値上がりですね。家を持っている人は嬉しいでしょうけど、新しく買う人は大変そうです。これは新幹線建設による交通利便性の向上と、将来への期待が反映された結果です。特に車両基地が建設されるサバルマテや、工業都市スーラトでの上昇が顕著です。さらに経済効果は地価だけではなく、雇用創出も大規模に進んでいます。ちなみにどれくらいの雇用が生まれているのですか？まずプロジェクト全体で、約8万人の雇用創出効果が見込まれています。このうち建設期間中には建設、土木で2万5千人、製造業で1万2千人の雇用が生まれました。それって小さな都市の人口くらいの規模ですね。これだけの人が働けるなんて地域にとって本当に大きな変化だと思います。運行開始後も鉄道運行、保守で8000人、商業、サービス業で1万5000人など、恒久的な雇用創出が期待されています。中でも特にスキルの高い技術職の創出が、地域経済に大きな波及効果をもたらしているのです。そしてそれに伴い日系企業の進出も活発化しています。どのような企業が進出しているのでしょうか？双日が車両基地建設で630億円を受注したほか、川崎重工業、日立製作所、三菱電機、鹿島建設、大成建設など、50社以上の日系企業がコンソーシアムを形成して参画しています。日本の技術力を結集したプロジェクトということですね。さらにアーメダバード周辺ではジャパンタウンと呼ばれる、日系企業集積地も形成され、5年間で10万人の新規雇用創出が見込まれているので、日系ホテルチェーンの参入も進んでいます。そして最後に今後のスケジュールについてです。いつ頃から乗れるようになるのでしょうか？ 2026年8月にビリモラからスーラト間、約 60km での部分開業が予定されています。この区間では最高時速 280km、約25分で結ぶ計画です。2026年ということはあと1年ほどですね。思ったより早くて驚きました。全線開業は2027年8月を目標としていますが、ムンバイ BKC 駅の地下工事完成が鍵となっています。もしこれが完成すればムンバイからアーメダバードまでを、最短2時間7分で結ぶ、世界最先端の高速鉄道が誕生するのです。日本の技術がインドで花開く歴史的なプロジェクトということですね。まさにその通りです。このインド新幹線は単なる交通インフラを超えた、日印両国の友情と技術協力の象徴となっているのです。さて、ここまでインド新幹線プロジェクトについて詳しく見てきましたが、ユンちゃんはいかがでしたか？日本の技術力ってすごいんですね。他の国ができなかったことを日本だけができるなんて本当に誇らしく思います。今回のお話ではインドの過酷な環境でも安全に走れるよう、日本の技術者が総力を挙げて技術開発しました。50度を超える高温、年間30回もの砂嵐、激しいモンスーン、
これらすべてに対応できる技術を作り上げたのです。日本の技術者の皆さんの努力があったからこそ実現できたプロジェクトなんですね。本当にその通りです。インド新幹線は単なる交通手段ではなく、両国の友情と技術力の結晶だということです。皆さんはこのインド新幹線プロジェクトについてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは現役電車運転士の私が鉄道について解説していきます。もしこの動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そして新しく YouTube にハイプという機能が始まりました。ぜひ皆さん、動画のすぐ下にハイプというボタンがあるので、押していただけると励みになります。またこのチャンネルで取り扱ってほしいテーマや、現役電車運転士の私に聞きたいことがあれば、コメント欄にコメントをお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。